安定して撃つことができています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は戦闘機を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな技術を利用してより扱いやすくしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはプロペラ作りからですね。こんな感じで両軸化したモーターの軸と本体に黒さんの非接触接合機を使って配電を開けて接着した部品をバランスよく取り付けます。こちらに角度をつけた部品を追加したら40センチ四方の軽量プラスチックの板をたくさん貼り付けていきましょう。板を増やすたびに複製してつなぎ合わせることで効率よく板を増やしていって128枚の板を使った羽を4セット合計512枚の板が回転するプロペラができました。こちらに2つのバッテリーをつけて回しながら手に持ってジャンプするとそれなりの浮力があるのでふんわりジャンプすることができます。そして空中でプロペラを傾けるとうまく風を捉えて空中を移動することができています。なかなか高性能なプロペラですね。これなら戦闘機にも使えそうなので早速このプロペラに翼をつけて戦闘機にしていきましょう。横ではなく縦につけることでうまくバランスを取りさえすれば水平尾翼を省略して安定して飛べるはずです。これだけでは攻撃できないので前回作ったマシンガンをうまくバランスが取れてプロペラの穴の間から弾が飛んでいくように位置を調整して取り付けます。それから操縦席からプロペラの回転と射撃ができるようにトリガースイッチを使った操作用の回路を組みます。この回路にも配電を開けてくっつけた古代の合金を使うことでかなりスッキリとした見た目になりました。早速うまく動作するか確認してみると左トリガーでプロペラの回転を右トリガーでマシンガンの発射を制御することができています。プロペラはバッテリー5本分の電力で回っていますがこれでも飛ぶことはできるんでしょうか。早速試してみるとすぐに離陸できました。でもプロペラに使う板の枚数が多すぎたのか処理落ちが激しいですし垂直尾翼がないせいかぐらぐら左右に揺れて安定感がありません。もっと飛びやすくするために改良していきましょう。まずは安定性を上げるために主翼を少しだけ斜めにしてみます。緩やかな角度をつけた部品を間に挟んで左右の翼を同じ角度で傾けました。とりあえずこの状態で飛んでみるとさっきより安定している気がします。でも相変わらず処理落ちが激しく動作がカクカクしています。射撃の方も試してみるとゆっくりした連射速度のおかげで発射後に壊れることはありませんでした。でもまだ安定性がいまいちですし処理落ちもひどいのでもう少し改良します。ここで試しにプロペラの枚数を半分に減らした状態でちゃんと飛べるか試してみます。そうするとよしこれでもちゃんと飛べますし処理落ちもかなり軽減されました。でもプロペラの回転が乱れているので回転が安定するように枚数を56枚まで減らした羽を4つつけて合計224枚の板を使ったバランスの取れたプロペラにしました。ついでに主翼に垂直の板を取り付けることで直進安定性も上げておきました。この状態で乗ってみるとよしプロペラの枚数を減らしたおかげで動作も重くないですしその分減った推進力も回転数の増加によってなんとかなっているみたいです。追加した垂直の翼によって直進安定性も上がってますね。飛行は問題ないので右トリガーを引いてマシンガンを起動すると安定して撃つことができています。
主翼などの部品を配置しているので、主翼にダメージ表示が出ることもなく、32発すべての弾を問題なく発射することができました。弾を撃ち尽くしてもバランスが崩れることなく普通に飛べますし、プロペラの回転を止めればスムーズに滑空して着陸することができました。これで戦闘機は完成ですね。今度はカメラの位置を固定して旋回性能を見てみると、サイズがそれなりに大きいのでクイックとは言えませんが、十分実用的な旋回半径で U ターンすることができました。そして左トリガーをカチカチして速度を調整しながら右トリガーで弾を撃つことで前方にある木にバシバシ当てて破壊することができています。レーザーサイトのおかげで狙いやすいですが、威力はそこまで高くないみたいです。今度は私の視点にして速度を測ってみましょう。しばらく飛んでいると、だいたい秒速8メートルくらいまで飛行速度が出るみたいです。そして右トリガーを引いて弾を撃つと、前のプロペラの穴を通ったレーザーサイトの通りの場所に弾がちゃんとまっすぐ飛んで前の木に当たってくれています。水平より少し下向きについているおかげで地上にある木にも当てやすいです。でもやはりセラミックス製の弾のせいか、距離が離れると威力が大きく落ちるのがちょっと残念なところです。それでは最後は戦闘機に乗り込んで行けるところまで行ってみましょう。それなりの高度を保ちながらところどころで射撃しつつなるだけまっすぐ進んでいきます。かなり飛行は安定していますし、移動手段としても優秀ですね。でもバッテリーも普通に消耗しているので、しばらく飛んだところでバッテリー切れになりました。そのまま着陸しましょう。ゆっくり降下して、特に機体の動きが乱れることなくスムーズに着陸することができました。それでは十分フライトと射撃を楽しんだので、スライムを召喚して燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれた戦闘機さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー